前回の動画ではやっぱり外部フィルターはすごいねっていうテーマを扱ったんですけど、なんとそれを壊してしまってですね、自分のせいだったんですけど、今回はそれを何とかするというテーマでやってまいります。といってもですね、外部フィルターを直すのではなくて、ここがポイントなんですけど、なんと外掛けフィルターの一部を使って上部式フィルターにしましたという、今回はそれがメインのテーマの動画になっています。というわけで他にもいろいろありますけど、楽しんでいただければと思います。まずは引っ越し後の水槽部屋の様子をお伝えしたいわけなんですけど、まだ魚の入っていない水槽がいくつかある状態です。この2つ並んだ水槽の右の方、実は今まであまり紹介していなかったんですけど、いわゆる木登り魚がいるんですね。これはお友達に捕まえてきてもらったんですけど、色は地味なんですけど形は可愛いですね。さてこちらはご当地シクリッドアラウディの子供たちなんですけど、うちの近所の川で採集した親から生まれたいわゆる2世ということで飼育して1年になるんですけど、なぜかオスに見えるのはこの1匹だけ。しかもサイズは制御の半分、5センチで止まっています。実はこれなんですけど、アルファメール、いわゆるボス魚ですね。この独裁を逃れるための彼らなりの知恵、メスのふりをして身を守る隠れオスの存在、そして子供のふりをしていた方が実は安全だよねっていう本能的な成長抑制によるもの、どうやらそのような状態にある水槽なんであります。というわけでこちらは120センチご当地水槽です。まだ魚はほぼ入れていない状況ですけど、ビクトリア湖から連れてきたシクリッドが病気になったのでこちらで療養中です。そんな状態なんであまり水が汚れる状況ではないんですけど、茶合系がかなり発生しています。ちょっと見た目が悪いわけなんですけど、これは飼育水に利用している水に問題があるということで、当地の水道水は弱アルカリ性で硬度が高いんですね。ちなみにビクトリア湖の水もチェックしたら同じような感じだったんですけど、そんな水を使っているということで茶合系が発生しやすいということなんであります。そうなるとやはり彼の出番ということで、ご当地苔取り生態レッドアイラベオに頑張ってもらおうと思うわけなんであります。というわけでレッドアイラベオを投入してから4日ほど経ちましたが、茶合がなくなりました。ご苦労様ですって感じですけど、レッドアイラベオからすればただ苔食べただけよって、そんな感じでしょうね。とにかくご当地では苔取り生態ナンバーワン。飼育水の話の続きなんですけど、水道の水がどうしても茶色いということで、水槽でろ過した水の方が透明なんですね。以前の動画でも取り上げましたけど、こんな時には雨水を集めて使いたいということで、新しい我が家にはこんなスペースがあるので雨水ハーベストが割と簡単にできるわけなんですけど、花火も部分的に見えることに気がついたわけなんであります。ただし花火の燃えかすが飛んでくるのでちょっと怖いですね。というわけで水槽部屋の話に戻りますけど、今回の水槽部屋なんとベランダまで続くんですね。ハプロクロミスのメスなんですけど、どうやら口の中に卵をくわえていたようなんで、このベランダに設置した水槽に隔離しました。というわけで想定した通りお母さんが子供を吐き出したということで、見ていても楽しいお母さんと子供水槽、そんな感じになったわけなんであります。このベランダは結構西日が当たってしまうので水槽を置くには向いてないと思うんですけど、植物を育てるにはいいんですよね。そんなわけで目指せ盆栽じいさん、そんな感じでやってます。
さあ今回の動画のメインになりますけど、前回の動画でこの外部フィルターがとってもいいよって話をしたんですけど、キャビネットのこのスペースに収めようとしてちょっと無理やり押し込もうとしたんですよね。そしてどうやらこの赤丸の部分にダメージを与えてしまったようで、ここからピューッと水が噴き出すようになってしまったわけなんです。まあ本当にああって感じですけど、簡単には治らないということで別の方法を考えなければならないというわけで、とりあえず外掛けフィルターを設置しました。ただしこの水槽は120センチということでかなり大きいですからね、外掛け式フィルターに投げ込み式フィルターを追加しても水槽のキャパシティとろ過能力がマッチしないわけなんであります。そんなわけでやはり丈夫式フィルターしかないなと思って、このようなものを作ってもらおうと書いてみたわけなんであります。というわけで出来上がったのがこれなんですね。お願いした通りにできたっていうことで素晴らしいわけなんですけど、加工しないでこのまま使うことができます。水の流れとしては、最初のチャンバーの上を越えて、次は仕切りの下を水が通り、そしてまた仕切りの上を通り、そしてまた下をくぐる、そんなことを繰り返す仕組みになっています。このフィルターケースにいわゆるメディアというものを入れるんですけど、そんなにいろいろ選択肢がないので利用できるもので対応しています。こんな感じでいろんなものがセットで入っているものもあります。どうなんですかね、効果的かどうかはよくわからないんですけど、ウールマットは使用中のものを使います。おそらくろ過バクテリアが相当定着していますからね、使わないのはもったいないわけなんであります。ここで外掛けフィルターのポンプの部分をセットしたわけなんですけど、考えた通り問題なくフィットできました。ポンプの電源を入れたところです。思った通り水が出ました。そして溜まった水が次のチャンバーに落ちていきます。下から入ってきた水が上から落ちます。うまく水が通るには割とバランスが必要なんですけど、メディアの量などを調節して水が途中で溢れることがないようにしました。というわけで水が最後のチャンバーに到達して水槽の中に戻っていきます。というわけでその後うまくいったと思ってますけど、見かけ上余計なものが水槽の上に乗ってしまいましたからね、植物を配置してごまかそうと思っています。この上部フィルターの設置についてもう少し細かくお話ししたいんですけど、そもそもこれはどのようにして水槽の上に乗っているのか、そんなことについて説明したいと思います。この水槽にはこんな感じでライトが吸盤でくっついてるわけなんですけど、そのためにガラスの板が設置されています。このガラスの板にフィルターケースの両端を置いているわけです。この部分はそのためにあるわけなんですけど、これだけでこの大きなフィルターを乗せることができるんですね。こんな感じでこれを作った人に説明した時に特に強調して伝えたこともあって正しく理解してくれました。まあしかしこのやり方はフィルター全体の重さを考えると若干ギリギリかもしれませんね。さて話は変わりますが、海に行って釣りをしてきたわけなんですけど、その様子を少しご覧いただきたいと思います。マングローブが生い茂っていてすでに楽しそうなんですけど、今回は少し沖に出て釣るということなんであります。水深30メートルから50メートルを狙うということで、仕掛けも釣り竿もかなりごつい仕様となっていますけど、餌も人間が食べた方がいいんじゃないかっていう、本当に海から遠いところに住んでいる私はそんな風に思ってしまうんですけど、そんなうまそうなエビを投入します。さあどうなりますでしょうか。結構釣れない時間が続いていて焦っていました。よし、乗ったかな。待ってたら来てる。いやいや、something。今回6人でやっていたんですけど、一番最初に釣れたのが私でよかったです。ね、もう鑑賞用に。観察用の水槽を持ってったんですけど、かなり深いところから釣り上げるので魚が浮いてしまうようです。
カワハギみたいな魚ですね。今度はとっても綺麗な赤い旗が釣れました。こんなの水槽で飼えたら楽しいですよね。綺麗だこれ。これも水槽に入れたい。That's edible, so I say, Yeah, the big nice. one is the chapter. Yeah, yeah. 同じ魚ですがサイズアップしました。あ、なんだか大きいものが上がってきました。ブリ。イエーイ。これなんか変な魚ですねこれね。何これ？ブリじゃないよね。ちょっと見たことがない魚が上がりましたけど、これは何ですかね。こちらも水槽で飼いたい一匹。これはタイみたいですけどちょっと違いますね。マミーも笛吹き台みたいなやつを釣りました。いや、お前チェスね。小僧はこの日のナンバー2でした。というわけでナンバーワンは当然私なわけなんですけど、随分いろんなものがたくさん釣れましたね。魚の名前がわかる方はぜひコメントで教えてください。もう十分釣りましたってことで午前中で終わりにしました。せっかく海に来ましたからね、釣りだけでは終わらないわけなんですけど、流木を拾いましょうってことで、これはちょっと素晴らしいやつがあったわけなんですけど、ちょっと大きすぎて持って帰れないってことで、形はそんなに面白くないですけど手頃なサイズのものを持って帰ることにしました。重ねたりくっつけたりして使えますからね。というわけでこの流木とともに家に帰るわけなんであります。さあお家に帰ってきたわけなんですけど、このベランダにはミミズもいるということで見てください。まあ意図的に飼育しているわけなんですけど、ミミズの住める環境をキープするのってそんなに簡単じゃないんですよね。というわけでそのミミズをこの廃魚に与えてみるわけなんですけど、廃魚は口が小さいななんて思っていたんですけど、そんなことないってことで横に開くんですね。まるでヘビみたいに口が思いっきり横に開くんですね。まあとってもユニークなんですけど、だんだんと大きくなってきたので大きめの水槽に移そうと思っています。ご覧の通り食べっぷりもいいんですけど、ひらひらと泳ぐ姿がとてもいいわけなんであります。最終的には120センチ水槽に移したいと思っています。さて次回のもののけ兄さんの動画では、今回の動画で紹介できなかったこのライトというかライトスタンドですね、これを別の水槽のために作るといったそんな感じの動画にしようと思っています。というわけでなるべく早いうちにアップロードしようと思ってますけど、次回もどうぞよろしくお願いいたします。